こんにちは、さゆりです。今回は通勤時間と労働時間について話したいと思います。まず通勤時間。通勤というのは、自分の家から会社に行ったり帰ったりすること、通うことを通勤と言います。その時間、皆さんはどのぐらいかかっていますか？通勤時間の長さはどのぐらいですか？私は今は家で働いているので、通勤時間はゼロです。在宅勤務です。でも私は社会人になって会社で働いたこともあります。その時は通勤していました。東京の満員電車に乗っていました。で、働いている人はリモートが増えたといっても通勤する人がほとんど、通勤する人が大半だと思うので、まず日本の通勤時間事情について私の経験を踏まえて話します。日常会話でも同じ会社の人とかと話しているときに、通勤時間どのぐらいなのとか、家はどの辺なんですかっていうので、この通勤について話す機会がよくあります。で、その答えとしてよく聞くのが、ドアトゥドアで40分とかですね。ドアトゥドアという言葉を日本語でも使います。はい。ドアトゥドアっていうのは、家のドアから会社のドアまでのことを言います。実際私が会社で働いていた時は、ドアトゥドアで40分ぐらいでした。普通だと思います。平均だと思います。東京だと少し短いかもしれません。しかもラッキーなことにというか、そういう家を選んだんですけど、会社まで電車の乗り換えがありませんでした。電車一本で行けるところでした。で、私の場合は家から駅まで歩きます。そして電車に乗って会社の最寄り駅、会社に一番近い駅に着きます。で、そこからまた歩きました。歩くことを書き言葉では徒歩と言います。だからその家を探す時とかに徒歩6分とか徒歩10分って書いてるのを見たことがある人もいると思います。はい。私の通勤は徒歩と電車で、ドアトゥドアで40分でした。で、いろいろな人がいると思います。電車を使わずにバスで行く人もいるし、なんと東京とかだと新幹線で、通勤する人もいます。あとは、自転車の人もいますね。それ以外ありますかね。でもちょっと恥ずかしい話だけど私は家から駅までちょっと距離があったんですよ。歩くと、10分ぐらいだったので、なんかその朝の時間がもったいないなと思って、キックボードわかりますかね？子供とかが乗っている、キックボードで行っている時が一時ありましたね。こういうジャケットを着てキックボードみたいな。はい。そういう時があったんです。なぜ自転車にしなかったかというと、都会だったので駐輪場が高いから、キックボードだとどうしてたんだろう。会社まで持って行ってたんですかね。ちょっと覚えてないですけど、キックボードだと駐輪場代、その自転車を止める料金がかからなかったのを覚えています。話がそれましたけど、いろいろな通勤手段がありますね。徒歩、自転車、電車、バス、新幹線などです。はい。で、先ほど私は自分の通勤時間は東京だと短い方だと言いました。じゃあ他の人はどうなんでしょうか。ちょっとデータを見てみましょう。片道の全国平均、日本全体の平均は、39.5分です。だから私と同じぐらいですね。はい。で、私は東京に住んでいたんですけど、東京都の平均は47.5分です。ちょっと長いですね。はい。で、今私は大阪に住んでいるんですけど、大阪の平均は43.5分です。はい。名古屋がある愛知県。愛知県だと39分。あんまり変わらないですね。で、九州の一番大きなところ、福岡県に行くと34.5分となっています。皆さんのところと比べてどうですか？忘れてた。車で通勤する人多いですよね、確か。
皆さんはどうやって通勤しますか？で、さっき片道と言ったんですけど、片道はワンウェイですね。ちなみにラウンドトリップは往復と言います。だから1日の通勤時間、往復だと80分ということは1時間20分通勤にかかっていました。東京とか大阪のような大きな都市に住んでいる人がマンションや家を選ぶ理由の一つとして通勤が楽かどうかっていうのもかなり、ポイントが高いです。特に乗り換えがないかっていうのはかなり大きいと思います。乗り換えがあるとストレスがありますね。私は乗り換えで通勤はきついですね。会社から乗り換えがある場所に住んだことがないです。はい。大変ですね、乗り換えがあると。だから日本人の人の多くは乗り換えがないところでできるだけ通勤時間が短いところに住みたいと思っています。思っていると思います。はい、次は労働時間についてです。労働時間というのは働く時間のことです。通勤が終わった後、会社に着いたら働かなきゃいけませんよね。労働が始まります。皆さんはその日本の労働環境、働く環境についてどんなイメージを持っていますか？結構ソーシャルメディアだとなんかブラック企業が多いってよく投稿されているのを見るんですけど、実際に最近はそんなことないと思います。正直。さっきブラック企業っていう言葉が出たんですけど、知ってる方も多いと思います。ブラック企業っていうのは、その労働環境、働く環境が悪い会社のことです。例えば、残業が長かったり、休みが本当に少なかったり、上司からすごくパワハラとかモラハラとかされたり、パワーハラスメント、モラルハラスメントとかですね。そういう会社のことをブラック企業と言います。で、反対にホワイト企業と呼ばれるものもあります。ホワイト企業はそのブラック企業の反対で、労働環境がいい会社です。例えば、ちゃんと労働時間が守られている。1日8時間以内だったり、休みの数が多かったり、福利厚生、ベネフィットですね。ベネフィットが多かったり、上司もパワハラとかモラハラとかなくて、働きやすい会社。そういうのをホワイト企業と言います。で、実際に私が最後に働いていた会社は、ホワイト企業でした。本当にホワイトだと思います。まず当時として珍しかったのが、フレックス制だったんですね。普通会社って、9時から5時とか決まってますよね。でも、なんかコアタイムまでに行けばいいんですよ。ちょっと何時か覚えてないんですけど、12時から3時の間に会社にいなきゃいけないけど、例えば12時に出社、出社っていうのは会社に行くことですね。12時に出社してもいいし、早く帰りたい人は朝の7時とかに会社に行って、はい、働いても大丈夫なんです。そのコアタイムさえいれば大丈夫。で、その時間さえ月のトータルで守れば大丈夫という、フレックス制というぐらいですからフレキシブルな会社でした。で、今はそういうところどうなんですかね？増えているんですかね？それともその時の流行りだったのかわかんないけど、普通の会社9時から5時まで、そのような時間を定時と言います。で、よく聞くフレーズとして、今日定時で帰れたとか、今日定時で帰るっていうのは、例えば仕事が終わる時間が5時だったら、5時ちょうどその時間が来たら帰るということです。定時で帰る。よく聞きます。皆さん聞いたことがあるかもしれないんですけど、残業っていうのは会社に残って決められた時間よりも、長く働くことですね。会社で長い間働いていないのでわからないんですけど、ここ数年はその残業代もちゃんと出るようになったと思います。昔、本当に10年前とか20年前とかは残業代が出ない会社っていうのも多くあったそうなんですけど、今の会社はその残業をしたら残業した分お金をもらえるそうです。でも、そんなにね、日本も景気が良くない、その経済がそんなに上がってはいないので、残業をできるだけしないでくださいっていう会社が増えてきていると思います。ちょっと番外編なんですけど、
私が一番会社に行っていて楽しみだったのはお昼ご飯の時間ですね。はい。その最後に働いた会社はもう12時から1時までだったかな。ちょっと忘れたんですけど、1時間もうオフィスの電気も消えるんですよね。で、あんまり働けないようになってます。たくさんの同じチームの人とかは、その机の上で寝たり、ご飯を食べたりしている人が多かったです。うん。日本の会社で働いたことある人は、経験しているかもしれないんですけど、結構寝てる人多いですね、昼休み。うん、いいと思います。で、私も、時々、なんかね、会議室みたいなのに入って寝てることもありました。うん。でも、一番楽しかったのは同僚と、ランチすることですね。お昼ご飯を食べることです。お昼ご飯にもね、結構バリエーションがあったんですよ。例えば、普通に社食に行って、社食っていうのは社員食堂の略です。短くしたバージョンです。会社で働いている人のことを社員と言うんですけど、社員が食べられるカフェテリアがあるんですね。社食でみんなで食べたり、時々ちょっと会社の外に出て、近所のレストランでご飯を食べたり、あとはデスクでなんかみんなでお弁当を食べたりしていました。で、天気のいい日とかは、ちょっと外に出て、みんなでピクニックみたいなお弁当を食べることもありました。すごく楽しかったです。本当に懐かしいです。今は家でしか働いてない、もう何年も何年も一人で家で働いているので、なんかそういう通勤時間だったりとか、そのお昼休みとかが、ちょっとね、恋しいというか、懐かしいから、1ヶ月ぐらいもう一回会社員やってみたいなとか思いますね。はい。ということで、今回は通勤時間と、労働時間、そして昼休みについて話しました。皆さんの通勤時間はどのぐらいですか？どうやって通勤しますか？お昼休みどうやって過ごすのが好きですか？あと1日何時間会社で過ごしますか？よかったらぜひコメントなどで教えてください。今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた次のエピソードで。バイバーイ。この動画の提供はペンギンさんです。いつもありがとうございます。もっとこんな動画が見たいよっていう人は、私のウェブサイト、さゆりセイング .com をチェックしてみてください。ペンギンさんになって一緒に日本語を学びましょう。